さあ着いたね。はい、はるばる来ました。今回のケープコッドの初場所、今日はまあフリーということでね、弾丸をして状況を、朝一のところはねちょっと風爆風だったんでね、ちょっと裏に来て、いやいい感じ。この奥に大きな池があって、そこからの干潮、酒潮とともに水が今払い出してる感じで、なんかうまく砂のサンドバーが、そうだね、ルアーが届くギリギリのラインにあって、流れも出てるんで絶好かなというね。そうですね。魚をとりあえず探すところからまずはね始めたいと思いましょう。思います。行ってみるか。あ、だいぶ暑くなってきた。鳥の感じでベイトがいるっぽいんで。浅いですね。ちなみになんですが、今回ライフジャケットかさばるんで、ケンさんと話してやめて、腰巻きのライフベストで、これここにライフジャケついてて、ケンさんはさらに緊急用のね、レジャー用のライフジャケットつけてやる形で挑みたいと思います。本当はねジャケット着たかったんだけど、あれでスーツケースの4分の1ぐらい閉めちゃうんで、これは無理だってなって、急遽ね前日からケンさんと電話してやめました。ここだからももじゃ波なければ膝までだね。俺は最初アイザーで行きましょう。最高。やべ、やっちゃったよ。ガイド1本通ってない。出た、初老おじさんあるある。おじさんあるあるですね。抜かしちゃったね。気温がね朝で11度だったんで、日本はね未だに30度以上が続いてるから寒いぐらいだね。いや、やっぱベスト着て、あのヘリまで、あのヘリで多分ももぐらいとか下手したら膝ぐらいなんだけど、アイザーでそこ吸っちゃってるから、ライジャケを膨らましたくない。ここにあるんだ。今回狙ってる魚はもうメインはですねストライパーですね。日本だとスズキに非常に近いけどストライプが入ってる魚で、シーバスの考え方とかシーバスの道具そのままね通用する釣りなんで面白いです。明日船でガイドを頼んでて、そのガイドさんに大体この時期何キロぐらいのストライパーが釣れるんだって聞いたら、準備するのに想定したいから教えてくれてたら、1キロから20キロまで考えてくれてて、いやそんなん誰だってそう言うだろうみたいな感じで、結局全部持ってくるっていうね、参考にならない情報しかない。今日は今 P1.5 号なんで20キロかかったらちょっと泣くけど、ここはサーフだからもしかして取れるかもしれない。10キロぐらいまでならなんとかなります。どうですか。センサーのその黒と黄色のがライフベース。そう。多分俺とケイさん同じ高さですね。ももまで入るとワンチャン膨らます。まずはどんなルアーから？今アイザーを投げてます。シャローランナーで。俺は1枚入るペンシル。ペンシル。アマゾンペンシル。アマペンじゃないけどね。アマゾンで人気の。シャカシャカいうやつだ。ピーコックとかで使うような。結局この境目まで出れそう。予想通りというか。やっぱ上ですかね。水は澄んでますね。結構。ここの洗い出しの水は流れてるけど、こっちの水は別にそんなに動いてないから。トップじゃないな。ただベイドの気配もないからな。ケンさんは海外はいつぶりですか？なんか今年ちょっと少ないって言ってたじゃないですか。今年少ない。7回目。7回目。月1です。去年すごかったですもんね。去年はすごかったな。でどれも遠いで、今年はさ近場結構カウントしてんのさ。2回台湾に行ったりとか、去年はもうほとんど遠かったからね。でまあさっちはアイザーがノーバイトだって言ってたよね。トップ行きます。トップ行く？ガチペン130。リンギラー銀だけどクリアっていう、なんかこういう時一番良さそう。いやーもうアメリカいいですね。アメリカ大陸で釣りするの9年ぶり。釣り人だけどドアロッドですかね。フライなんかすごい短い7フィートぐらいのスピニングかのスピニング。ワームフィッシングやってるのかな。若干途方に暮れた感で歩いてます。ちょっと聞いてくる。やっぱフライだ。フライフィッシャー。はい。フライフィッシャー。はい。
I'm starting just now. What kind of fish? Yeah, 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 yeah. Yeah. Striper. Oh, okay, okay, okay. I'm main target is a striper. Yeah. 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 This area is a very big fish. Not so much in here, no. Mm. Down up the point. Uh-huh. There's the bay, and the fish go back and forth. Uh-huh. Oh, good luck to you. Okay, thank you. Yeah. やっぱターゲットはストライパーだって。サイトで見つけて、でフライで打っていくっていう感じで、でシャローでこれぐらいのは見た。見たって、うん、いたって。いるね。いるけど薄いね。なんか出てくる水がすごいしょっぱいんですよ。だから言うほど雨降ってなくて、そうだね。だから多分もっと大きいそのポンドの中、中入っちゃった方が釣れそうな気がしますよ、中入って風背負いていい感じでこう中のが流れるじゃないですか、いや本当に自然豊かなんで、そこら辺でバババババって起こるから、本来はねベイトとかいて魚がいれば、なんかね外に水が動かなさすぎ、航空写真だとそこら辺でめちゃくちゃ走ってたもんねってね思ってきたけどいまいちだったな。いまいちですね。もうちょいやって転々としていきましょう。寒い失敗したじゃあ風が強いからね、体温奪われるわ。俺にじゃんけんで勝ったらあと5分で移動、じゃんけんで負けたら予定通り30分で回る最初はグー、じゃんけんぽい、あいこうでしょでさあと30分で日本ではこの夏目いっぱい強かったブロイ 110S のジャーキングで反応させに行きます。釣れそう。一群れぐらいいると思うんですよね。ちょっと張り出してる岬っぽい地形だから。なんか左側にも結構人刺さってんだよな。有名ポイントなんだよ。深いんですかね。来鮭を初日に膨らましたくないんですよ。いや深い深い。あ、深いよな。あ、深い深い。すごい色の変わり方してる。ブレイクだ。このサラッサラの砂でこの出来上がりの急な感じはちょっと怖いですね。フライマンの人とてもいい位置入りましたね。この人の前に魚が一群れいるのがシーバスならセオリー、続いて僕の前のちょっと沖合、ちょっとでも地形変化があればついてることですね。僕のかんぴょうみたいな海藻なんですかねそうそう、俺も引っかかったそれ。今朝当たりがないので、ちょっと中行ってみたいんですけど、なんかでかい中探そうか。で大きな水の動きが激しそうな。やりましょう。はい、2箇所目ですね。だいぶ引いてますね。ここはケンさんと9年前にノースカロライナからこの東海岸の果てまで2週間近い旅した時の最後に来たポイントですね。この右側行ったところでかなり当たったね、あの時。当てましたね。よく思い出話をしてて、まさちがパクって俺がなんだ強奪したっていう風なところがここですよね。ちょうどスネコン130出したばっかりとかで。そうだね。っていうかあれ9年前ですよ。あの頃フィッシュマンもブルーブルーもまさかこんな風になってるなんてね。まあなるように頑張ってたけどなるとは思ってなかった。そうだね、まさかね。でも本当に好きなことを徹底的にやり込んでいくと、まあこんな感じになっちゃうのかなっていう、ラッキーなことにどんどん変態が増えていってねここちょっとやってから、さっきの岬の先端とか行ってみる？そこも気になる。あそこですね。いやでもここですよ、確か。ここだよ。イレグッタン。こっから9年前の記憶でそんな釣れるほど甘くないと思うけどあの時だから夕方だったね。夕方でした。バカバカだったのが。で満潮からの下げ出しで、だから結構この辺まで水あった時だよね。いやーこれだ、懐かしい。5フィートぐらい引いてる。こんな景色もっとあっちだったかな。そうだね。いやこの辺じゃないですかね。ちょっとやってみます。シャルダス20確か浅いんですよ。俺があれだ、対岸の島周りであの辺でボイルがあったんだよね。そうですよね。で魚は結構出て、ここはもう川です。中にでかい湖みたいなのがあって、もうすぐ干潮潮止まりだよね。そう思い出した。トップの反応良かったんですよね。よかったね、あの時は。トップにしよう。水が綺麗だ。水が綺麗なとこのシャルダスは気持ちよさそう。もう流れてない。
っと遅かったか来るのが。9年前はネットでライセンス買うことができなくて、近くのねウォルマートとかそういったスーパーで買えるの釣り具コーナーがあって、でももう最近は全部ネットで買えるんで、アメリカはインターネットつないで、その州のこの地区の海とか淡水とかいう感じでライセンスが割れてるんで、海のライセンスね16ドルでしたね今回。2000円ちょっとかな。それで1年間だったと思う確か。もし持ってないで釣りしたら2000万円ぐらいの罰金、2400万円かな。だから絶対全員買うと思う。だけどその2016ドルずつ集めたお金を運用して、もうあちこちに釣りができる桟橋だったり、船持ってる人もいっぱいいるんで、船車で引っ張ってきて下ろして、ちっちゃい港でそこで魚がさばけたり、船が洗えるような水道設備とか、そこからライセンスがないか巡回してるポリスがいて、そのポリスの人件費も全部ね賄ってるんだよね。でもう何兆円っていうでかい産業になってて、でそのお金で魚の保護活動も盛んなので、溢れるほどいる時は今回いるか分かんないけど、漁師さんが取りすぎるってこともないし、もうちゃんと全部上が管理して決めるんで、ちょっとでも資源が減ってきたら漁師さんも取れなくなっちゃうし。話聞いてて一番いいなと思うのは、漁師さんも取っていい重さが決まってて、あなた2トンまでですよって、1年間で2トンまでですよって感じで漁師さんに個別に割り当てられてると、漁師さんがじゃあサバとかどんな魚でも2トン取るときにキロ単価いくらで取引されるじゃない魚って。でその痩せ細った美味しくない魚を取ると価値つかないから、それで2トン取ると超貧乏になっちゃうじゃない。だからハイシーズンの一番美味しい時まで待ってんの、この2トンの枠を使わずに。ってことはすごい資源保護になってて、魚が小さい時取られないんだよね。だからすごい、なんだこれ、いっぱいウェイトがいる。こういうのを間近で見ると日本はなと思うんだけれども、日本で頑張ってる人たちがいっぱいいて、マグロがねやっぱ一度は絶滅危惧って、もう釣りしてる人ほど分かる、こんなにマグロ減って大丈夫なのかってとこまでね1回は言ったけど、最近一気に資源が増えて、なんていうかな、いい形になってんだけど、釣り人は揉めるんですよ本当に。それはちょっと言いたいこと山ほどあるけど、別の動画でゆっくり言います。潮止まりだねこれ今朝潮止まってますよ完全に。そうだね。流れてない。風が強いんで一見流れてるように見えるだけで、むしろ逆流しようとしてるのはもう上げ出してるんじゃないかな。シャターベイト。外前回結構なんかベイトがちっちゃいのかわかんないけど、8センチとか10センチとか12センチとか結構小型プラグで釣ったなんか記憶があったんで、そこら辺も持ってきたけど、結構へんてこりなのも持ってきたんで、そこら辺のスピナーベイトとかねスピナーベイトとか引き倒してやろうかなと。ただ自愛じゃないね。でも12時なんだもんね。12時でここからが今度は上げるか。ちょっとずつ下流に行きましょうか。うん下海藻ですかね。うん、結構ベイトはいますよ。いるいる、結構細かいの見た。ガイドに今ベイト何食ってんだってメールで聞いて帰ってきたのも、とりあえずこの辺にいる魚全部あげて全部あげてきたでしょうねって感じ。で魚のアベレージどれぐらいだったら、まあ1キロから20キロまでで考えてくれっつってすごいね絞り込ませづらい。一通り読んで何の参考にもならない何の参考にもならないまあそうでしょうねっていうやっぱり結論はね、好きなことをやると。大小さまざまなのがいるということは、何のルアーでも釣れる可能性があるって感じなんでね。船はね魚探反応に当てるから、ストライパーのオフショアって東京湾のボートシーバスっぽい釣りなんですかね。そうだろうね。よくなんかマンハッタン島の周りでさ、やってんじゃない。ああいう釣りやりたいですね。それこそなんだっけ、45年ぐらい前のサントリーかなんかのコマーシャルで、海子さんが自由の女神の前でやってるストライパーを釣るというコマーシャルね。オールドパーかなんか。釣れろ。手前が浅くなってきちゃった。スネコン130にします。お、出たね、スネコンだねでもこのタイミングじゃないですね。一応投げとこうと思う。スネコン130、9年前一番当たったのはこのスネコン130のソフトジャークみたいな感じで、トップウォーターのように使うって感じですかね。でね、ドッコーキングが出るような、これがドハマりしたんですよ。もっと柔らかく。ハリソンさんどうしたんですか。釣れる気がするもう終わってんのもっと大きな仕事しませんか声が似てる。
地面師たちの豊川悦司さん演じるハリソン。100億の仕事がありますよ。似てるする言い方が似てる。絶対釣れますよ。いやー、いたらこの車両で乗るはずでしょ。ですね。できれば満タンからの下げであやりたかったです、ね、そうだね。あと覚えてます、もうこの草の上にランディングしてたんですよ。ちょっとひたひたで。ちょうど車両フラットが広がってて、捕食の時はここに乗るんだよね。ほんで50メーターぐらい先のブレークあたり打って、食べる時はこの全部片っ端から乗ってるんでね。で向こうも結構浅いんですよ。あれでかい島でね、ウイドの島で数年前はカヤックであれを一周したの。キワキワで5点という短さでね、でトップウォーターをずっと投げ倒してて、でちょんちょんってやってるとドンドンとトップで結構出たよ。ただこの水域には結構いるなっつってこっちに行き始めたのさ。こっちからおかっぱりから夕間詰めでその下げの試合でやったらいいんじゃないなんつって、だから魚はねすごくいっぱいいるのが分かっているの。小魚は結構いるんだけどね、ただちっこすぎる。こんなマイクロだもんね。おお、滑ったー。こ何、泥？いや、海藻ですね。あ、海藻、海藻か天草っぽいこの黒い海藻滑ります。あっち行きましょうか。うん。いや、ここ絶対魚つく。いいかき上がり。カブトガニ読んだとね、今あと大分の中津ぐらいでしたっけ。あ、そうなの。日本にもいいんだ。最近復活してきて、保ー護活動が。あ、よく見たらむち目もゃくちゃむちゃくちゃいる。だから何、産卵期？なんでしょう、生きてんのみたい。先端からやりますか。うん。深そうです。なかなか水深がありそうで。よし、じゃあルアーを変えるかな。じゃあすね込んで引き続き頑張ります。あ、やっぱりもう上げ出してる。左から右ですね、流れは。潮あたり、あの辺当たりそう。釣れる釣れる釣れるよ。ローイン140、フィッシュマンオリから去年出させてもらって、おかげさまで瞬殺でしたよ。昼はね、もう水の透明度も相当高いんで、ブロインのジャーキングと一緒で、スネコンもこれぐらい。ジャーキングっていうか水中ドッグウォーキングって感じかな。もうすごい不規則な S 字描いてくるんで、魚はね結構スイッチ入るし狂います。ブロインより疲れないの。軽くちょんちょんやってるだけだから。それでもすごい動きするから、なぜかアメリカで投げるとスネコは飛ぶんだよ。60メーター以上飛ぶから、なんでだろうな。よし、乗った。来た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 。来た。よし。ストライパーっぽい。ストライパーっぽい。外れた。でかいよ。6、70あるよ。えらいえらいしましたね。ああ。やった。ファーストバイト。いやー、いた。大きめでドゴーン来たわ。ブローインですね。ブローイン。うん。ちょっとツイッチうん。で結構遠いわ。飛ばして。うん。なじませて。こんな感じの。上じゃないのかな。下で反応してるんです。ミドルだな。いやービビった。いや、俺エラーライ見ちゃった。ドババここが日本だったら絶対シーバスだねっていうエラーライだったんで、ここであんなエラーライをするのはね、ストライパーしかいないと思うんだよな。でかいと思ったら外れてたけど、これで2人ともブロイにしたら芸がない気がするんだよな。でもやっぱまず反応出たルアーに合わせる。まずはね、最初は1本まずね。 1本取りたいですね。だけどなんか9年経つとまた随分穏やかに同じフィールド見るようになりましたね。もっとギラギラしてたんですけどあの時はなんかちゃんと景色を見てます。そうだね。前回景色を覚えてない。海面と海中ばっかり見てた。私もブロインで、わあ結構いい感じで味がさしてきましたね。手前は浅いけど。あんな動かし方初めて。あ、やべあーノットがやっぱノットを作り直すべきだった。折からが当たりルアーが。魚の反応は中層っぽいんだよね。危ない危ない。はい、ちょっとこれ初登場ルアー、初登場チューン。ジョルティに
鉄板加工してこんなのをつけてみました。ジョルティがなんとチャターベイトに、これは普通のジョルティで 22g で鉄板つけるだけでチャターベイトになる。うわすげえ強烈な波動です。バイブレーションの比じゃないぐらい。距離は変わりません。おお、なんか食ってきたよ。一目。あ、それそれ。ブルーフィッシュの赤ちゃん。ブルーフィッシュの赤ちゃんです。アメリカ初フィッシュ。バイバイ。バイバイ。頑張れ。いや、よし、いけ。綺麗でしょ、ほら。すげえ、チャタージョルティ強え。シーバスも爆鳥ですけど、ここ夜満潮からの下げやってみたいけど、治安も危ないのかな。ちょっと夜怖いな。よくさっきケンさん書いてたな。投げた先で1メーター2、30しかないですね。あの先の色が濃いとこが多分深いんですよね。ここだけやっぱ若干深いんだよね。島から伸びてきたサンドバーの裏側がね。ケンさんはそこでかけたんだよな。それを狙ってみよう。うっすら明るい色に見えるとこがサンドバーです。ちょっといいじゃん。ギリギリここにちょい高い時来たら魚ついてると思うな。ちょうどルアーが落ちるとこが高さ1メーターぐらいの馬乗せになってて、下げ出すと奥からも手前からもね潮が走るんで、まあ、馬乗せになるわけですが、教科書通りのポイントですね。今日はね風が強いから入れるポイントがちょっと限られちゃうのがネックですね。ここら辺の釣り公園っぽいとこも良さそうだけど、向かい風ビュービューだし、ここは上げ潮の後半来たら面白そうですね。ここまで見せられるとき、結構今干潮だから投げた先でも1メーターちょっとしかないけど、であと 1.5 メーターぐらい上げてくるから、そしたら魚も入ってきそう。いい流れさしてきたけどな。ケンさん、あっち行きません？だいぶ上げ潮が早くなってきたから、地形的に浅そうだけどちょっと当て潮になってれば面白そう。この辺も良さげだね。はい、すごい別荘ばっかりですね。5億円ぐらいするんですかね。いやすごいだろうな。あれなんか20億ぐらいしそうだもんな。船付きじゃないですか。あ、またノットの音がおかしいな。ニューヨークから車で5時間ぐらいでしたっけ？そうだね。あれロングアイランド走ってきたんでしたっけ？ロングアイランド走ってないよ。北側を走ってきた。そう。俺ストライパーでエラ持っておっぽ引きずってるビーチの写真は、あれロングアイランドビーチなんだよね。であれさ、島がさ300キロぐらいあるんだよ。その名の通り長すぎってやつですよ。ロングアイランドなんだわ。石積みの先端もやってみたいけど、今回の旅タモがないですよね。タモがない。あそこ厳しそうですよね。ここってさ、さっき航空写真で見た時にこのワンドのところの、地形って単純にシャローだったよね。こっちは、まったりしてます。こっちそうだよね。で今少し当て字になってないかなと思ってきたけど、結局まったりしてるんで、そうだよね。多分僕らの前ぐらいからこっちから流れが入ってきてるんですよね。でさっきやってた辺が一番僕らが打てる範囲で上げ潮が引いてたんで、だから80メーターぐらい先で波立てばなっていう感じだよね。やっぱさっきのところが今届いてたんだよね、ギリ。そうで、だから車降りて最初の上はやっぱ航路も打てるし、いいですよ。そうなんだよな。200メーターぐらい先じゃないですか。ここだとなんか届いてない感じ。お腹減ったって言うんで女子を使う。じゃあ一回ご飯にしましょう。さらっとこの辺。中華料理です。よいしょ。昼飯です。よく通った俺この幅。美味しい手ですね。まさかの中華。めちゃめちゃうまそうじゃん。いやもう中ペコ。おお、すごい。これつい。すごい。えぐいなこれ。これだから太るんだって。これはすげえな。うめえ。美味しい。わあ、やった。やった。
十分うまい。美味しい。めっちゃうま。はい、じゃあ戻ってきました。はい午後ですね。ちょっと上がりましたね。50センチぐらい上がったかな。上がったねだいぶね。車両の上に魚刺してれば。そうだね、ちょっとさっきと違う魚が入ってくることを期待したい。寒くなってきたね。だいぶね。でも俺まだダウン入れてないからね。まだ温存してるんですね。もう温存してる。何からいくかな。とりあえず12センチミノぐらいからいっとこうかな。私ケンさんのヒットルアーでブロイン 140S あと俺ブロインあと1個しかないから温存。温存まだ初日なんでね。僕も今回の旅やっぱブルブルルアーが増えたから、うんルアーケースの容量考えるとワンモデル2、3個でしたね。だよね。やるのがそこにヒットルアーがあったりしたら大変だよな。あ、いい味だ。ガンガン効いてますね。よしよし。おお、なんかもう目の前とかもいそう。ベイトも手前まで上げてきてる。今が上げ潮のピークだいぶ水深が増えましたね。うん、いや反応ないな。ベイトは相変わらずいるからいっぱいいる。状況は悪くないんだよな。ちょっとメタル入れてみようかな。メタルのメタルジグ。メタルジグおうメタルジグの45。私もちょうどメタルにしようと思ってトレイシーです。ファンバイブ。まずは肌巻きで。反応ねえな。なんか違うな。なんか違うな。いやブロインなのは分かってんだけどね。1個しかないからな。メタルじゃないのか。この風だからな。これ思ったんだけどさ、はいこの風じゃん。は右岸側のサーフいはい。外海だったら打てそうだね。そうですね。うんさっきのとこみたいに浅い気がするんですけど。そう浅い。そうそれがもう、はいそれは俺もでさっき思うんだよなは。態度が低い時だったからあー今行けばあわよくば、はいあの先端から中に打てたら最高じゃん。そうですね。うん、まあ一応ねはい。タイミングを見てここダメなら、はい、これで心折れたら向こう行ってみるとかそうですね。今ない今ない。さっきみたいなあ来るかもっていうのはなくなったな。ベイトは細かいのはいるんだけどブルーフィッシュが見えなくなっちゃったな。さっきはちょいちょいボイルが起こってたんだけど、だとしたらああいうワンドやこういうワンドの中でもしかしてね残ってんのがいるかもしれないなと。前回さカヤックではい対岸を攻めたでしょ。はい。結構深かったよね。あっちが深かった。あっち深いよね、はいだよな。あの赤い部位より先が深いんですよ。あでも結果的にそこの真ん中の島、あ浅瀬の周りがボイルしてたんで、そうそうそうこっち側から打ってみようっつったら当てたんで、そうなんだ。シャロー、まあ鈴木と一緒ですよね。うんシャローの方が食わせやすいっていうか、前回もほらそんなに大型のバイトが得られなかったんで、はもしかしてでかいのは向こう側を泳いで登っていくのかななんて思ったりして。い。ケンさんの1本は入ってすぐだったんで、絶対真ん中の島から伸びてるサンドバーのそうだね。先端で、うんボケーっとしてたイツキだったと思うんですよ。でそういうのは擦れちゃうから、一通りやっちゃうと反応しなくなっちゃう。カブトガニがあんだけいるんですから、ストライパーもいっぱいいますよ。うん理由は分かんないけど、最下口まで来てみました。ここからやっていきましょうか。はい。上げ潮はバンバン効いてますね。ここはさすが最下口部。あ思ったより急な傾斜じゃないね。全然ランディングできるな。どうしよう。ミノか結構深そうなんだよね。深いからなんかジグヘッドでバームつけて沈めてみても面白そうだな。ちょっといろいろやってみようか。こんな感じで 45g ジグヘッド4インチぐらいのシャットワーム。今のでざっくり 60m ぐらい飛んでますね。アメリカの海藻重いしバイトしてきますね。ドーンっつって、なんつったってこの海藻浅いんだ。そういうことだ。ここまで来たけどこっちが浅い。今回初日は俺とケンさんで組み立ててやってて、明日ボートだけど明後日おかっぱりのガイド、ボートの人と同じガイドだけどおかっぱりのねストライプやるんで、どんなとこ行くかすごい楽しみになってきて、
なんか9年前来た時、まあ多分本当に幸運っていうのもあってバックバク食わせたんですよね。もう多分何十発もかけてっていう釣りだったんで、だけど他の場所ではそんな釣れなかったんで、いわゆる一群れ当てた感じでラッキーだったなという感じなんだけど、だからどこ行ってもバクバク釣れるもんじゃないのは分かってるんだけど、今日改めてやって思うのはやっぱ簡単じゃないなっていう、そういう中でガイドの人とどんなとこ行くのかなっていう、それがめちゃくちゃ今楽しみ。ボートはね普通に釣れると思うんですけどね、もっとねあっちの先端の方行ったら潮目もガーッと出てて、まあなんか何匹かついてそうで一撃で釣れそうだけど、カメラが多分壊れてしまうので初日壊すわけにはいかないから、今日はここまでにします。でもテープコットンが今日のはい、移動してきました。で1時間ぐらい走って、なんかシーバスと一緒であるエリアが全然ダメだった時に良さそうなのにダメな場合、隣の川行ったりしてもダメな時が多いんですよ。なんでやっぱねこう岬を1個越えるとか隣の湾に行くとか、そういうようなの水域チェンジっていうんですけど、水域変えるために1時間ぐらい走って、でここすごい有名なケープコッドカナルっていう、多分人口でアメリカの一番端っこの岬の真ん中に運が作っちゃったみたいなとこなんですけど、ここならどうだろうっていうところで来たらとんでもない激流9ノットぐらい出てるかもしれない。でもこのつわものっぽいペンシルつけたおじいさんが見てるし、アングラもプラグ投げてるからエリアとしては良さそうですよね。何釣れるんだろうね。で激流なのと、でももう水は全然違いますね、すみすみで。だからこうやって水が変わるとチャンスがあるっていう、釣りになるのかって話なんだけどまあ2人アングラがいるんで期待しながら、やばい何釣れるんだろう。激流すぎんでしょ。激流の中で来るんですかね。この反転流で来るかな。ちょっとこの反転流からスタートしていいですか。ランディングはできそうですね、なんとか。何しよう。トップかな、やっぱり。あの人もトップだ。ペンシルポッパーみたいなのがいます。何を狙ってんですかね。スライパーの7、80センチぐらい。これさ、だから半島のさ根元を横断してる運河キャナルで、だから今までいたのってこっち側なの、こっち側の海で、今は北側の海がそれ、全然海域が違くて、でこの上げのタイミングなんで、ここのキャナルも相当潮が動いてる、水が動いてるだろうと。そしたらこの川幅でね250とかぐらいあるのかな、川幅が。アザラシ？サメのヒレみたいな。何あれサメか。めっちゃでかいな。マジ？だってそういえばシャークの看板いっぱいあったじゃんでかすぎだろあれが背びれだとしたらなんかマンボウぐらいあるよなあれでも冷たい水にあんないるわけねえし、出方がなんか異常なんだよな、上下に。なんだろう、不思議。いやー不自然だったな。やばかったあんなシャークがもしもシャークだとして近くにいたら、要はトドとかさアザラシとかいたら魚釣り厳しいのよ、食われるっつって逃げちゃうのね。渓流の時にサクラマスがいっぱいいたらニジマスが萎縮するみたいな。なんか違うのかな、わかんないな。釣り自体終わって上がっちゃうのか彼らは。アメリカ人釣り人口めちゃくちゃ増えてるから市場がどんどんでかくなっていってて、プロもいっぱいいる。バスではねバスプロが有名だし、フロリダとかのインレット、こういう河口域に行くともう釣り人だらけだからね。前回フロリダのインレットに行った同流艇に乗って釣りしてたら、すごくでかい巨人な人がいて、何か釣れますかって声かけたらレッドフィッシュが釣れたって言ってて、でそれからなんか知んないけど聞いてもいないんだけど自己紹介が始まって、僕は MBA だっけ、バスケの選手だって言ってて、そういう人もやってんだっつってね。いやベイトめちゃくちゃいるな。That sucker. いた。これこいつだ。ヒレ。いた。いややっぱマンボウだった。なんかねすげえヒレ見たの。でっかいヒレ。であれなんだって目の前だよね。届く距離で。すごい。マンボウもいるんだ。いやなんかさ。水面に出たの？
いやもう出たり入ったりしてね、でっかいのが何事だと思ってたんだよな。めっちゃ釣れそうですけどね、ここ。あ、今ジャンプした。ライズかね。あ、出た。どれどれ。あ、あれマンボウ。あ、でかい、確かに。ああ、マンボウ何してんの、あそこで。目の前にいたじゃん今。小魚が冷凍ですね。サッパだ。サッパの親戚。こんなサッパだね、この平べったさが。匂いもサッパだ。匂いまでした。これ外洋と外洋を結んでるんだよね。どっちが上流とかないと思うんで、だけどこれが上げなのか下げなのかはわからないが、タイドグラフだけで言ったらさっきいたエリアはまだ上げ潮だと思う。上げ潮の最後だと思う。でこっち側だともうタイドグラフ全然変わっちゃうんで、日本で言えば長崎県の中海と外海とか有明海でも全然違うように。で一つ難しいのはドンピシャなタイドグラフが手に入ってないまだ。でここの運河のタイドグラフはあったんで、さっき逆だったんでね、全く俺らがやってたとこと逆で、ケープコットカナルってついてたから、ケープコットのタイドグラフだと思って最初使ったら全然さっきいたフィールドとは潮の動き違ったんで、今はドンピシャだからこれ下げ潮。タイドグラフすら真逆の動きしてるんで、さっき言ったとこマンボウね、あれね、じゃああれアザラシ。ちょっとアザラシは釣りたくないぞ、やばいぞびっくりした、目が合っちゃったよ。アザラシはかかったね、でかかったな。ちょっと釣りしづらいな。さすがに哺乳類はね、ルアーそう簡単には食わないけどね。イルカですら大抵見切って食わないから。びっくりした、いきなり目の前に現れた。アザラシがいてマンボウがいて、アメリカはねいつ来ても自然保護が素晴らしいせいで生物層が豊かなんだけど、見るわ、こっち見たね、ちょっと照れてたよねえ、あいつじゃなくてアザラシ今度。マジ？ダメじゃんやばいね。釣り師にとっては良くないことだね。なんかアザラシがいたら逃げちゃいそうな気がする。ああ、もしかして初日ノーフィッシュですかね。日が暮れたら終わりにしましょう。いや、ああ、Thank you。YouTube やってんのみたいな、チェックしとくよっつって知っててくれたら嬉しいけどな。さすがにアメリカ市場は全く攻めてないから。でも俺のチャンネルね 0.1% ぐらいアメリカ米国からの視聴があるの。あ、ごめん、嘘言って 1%100 人に1人。アメリカのコミュニケーション文化って本当こう濃いから、釣り人に声をかけるかどうかとか、釣り人同士の挨拶するかしないか議論みたいなのが日本で起きるじゃん。アメリカとか議論もへったくれもなく全員がやるからね。散歩の人までやってくるから。日本人同士だとね、なんかその声かけないのもマナーみたいな。っていうかやっぱその議論で結構、いやそれは挨拶は大事だっていうのは全員分かってるんだけど、別にその挨拶はいらないよっていう3割か4割あって、まあそれも分かるっちゃ分かるんだけど、やっぱり結局日本は安全だから、安全だっていうのと圧倒的にね、日本人しかいない、まあ最近外国人増えたって言っても圧倒的に日本人ばっかりだから成り立つ考え方なんですよね。アメリカなんかだともう多国籍だから、でやっぱり全員が銃を持ってる、ホームセンターで普通にね鉄砲撃ってる国だから、撃ってる国だから、やっぱちゃんとまず挨拶してお互いが危害を加える意思がないっていうのを証明しないといけない国なんだね。だからコミュニケーションが盛んであって、日本はそんなことしなくてもお互い安全であるっていう保証っていうか文化がそうだから、だから挨拶したくないみたいな人も一定数いるんだけど、この国だと通用しないのそう。ポッキリボッキボキなんでここでいねえんだよみたいなさ。この地形と流れに対していいルアーのアプローチはできてるんですけどね、反応がないですよね。全くないな。もうすごいですね。
有名なケープコットカナル、でも対岸にも2人いてね、はいあっちにも帰らないしね。釣れるんだと思います。釣れるんだ。でかなりのでさっきしたファットなおじさんはさはいはいあれだったよ。なんだっけ、ほとんどビッグミノーだった。ですね。もうこれぐらいのね。反応がいいんですかね。いや一発を狙ってるんでしょ狙ってるんですか。単純に。車あっち。あ、車こっちか。もういいんじゃない？もういいですか。もういいんじゃない？もうちょっやりたい？とあとじゃあでももう日没だからそうなんだよあと10分。あと10分ね。10分。ケンさん漫談でもしててください。何？トドいた？アザラシいない？いなかった。いやもういたら俺見かけちゃったらもう降らないもんもそうだアザラシです。アザラシ。う。もういい思い出ないから北海道とかでも。釣れないですかやっぱり。やっぱ追い払っちゃうんでそこいら一帯の魚いなくなるのと警戒しちゃう。だから場所変える。発見しちゃったら。ウミヤメとか海桜とかもそうだよ。磯でやっといい餌入れたぜっつった時にアザラシ見ちゃったらマジでみたいな。やっぱそうなんだ。せっかく取れたのにみたいなさ、その場所がね、しょうがねえ変えるかって感じ。アザラシがルアー食うことはないですか。ないこともないんじゃない？かかったらもう最悪だけどさ。すがに間違えないような気がするんですよ。でもこの間9年前10年前、マナティールアー追ってきたよね。ありましたね。マナティーでも2トンぐらいあるから5メーターぐらいあったね。23トンあるよねあれね、うんちょっととか言って足場のさこういうゴロタからドンブカになってんのね、そこにいるのよ。すぐそこに岩かと思う。岩かと思ったよ、巨大な。でゆったり動いてマナティーってさうちわ状の尻尾してるわけよ、でっかいので。あとマナティーと似てんのなんだっけ、5かザがつくやつ。でさそのタイプは尾っぽがこうボラみたいな尾っぽしてる、その違いなんだよね。でも完全にマナティーだって、うちわだったから。春の桜マスの時アザラシ見なかった？めちゃくちゃいっぱいいる。どんぐらいの大きさ？いろいろ。あまりにも巨大すぎるやつはトドになるわけよ。ああ。うん。あれトドですか？あれはアザラシ。ちっこいやつはアザラシ。でかかったですよ。でトドはもっとでかい。うん。トドを見かけちゃったら北海道にもいるのね、島巻とかにもいるんだけど、もうガーンって感じで、沖合にトドがいる場合はすっごい離れたブイみたいなのが見えるとすんじゃん。 200m ぐらい先に5個ぐらい見えるとすんじゃん、トドの群れで。そうなってくると魚マたちがアメマスたちが岸に追いやられるんで一時的に荒食いになるなるほど。ってことがあるんだけど、至近距離で見るともう最悪今年の桜マスはそれがイルカで、うん沖にはるか沖にイルカのもう多分数千近いはいはいはいとんではい。もないイルカの長い帯があってそうすると最高だね。それで多分接岸してて、そうするとさくらがガッと接岸して34人で十何本ってはいはいはい、そういう年が稀にあるね。こういうダメな時間の時とかにルアーのテストとかロッドのテストとかだと全然折れないんだけど、やることがあるからね。で全くないとポッキポキよ今日のこの96のプロトの欠点はもう午前中で分かっちゃったから。あ、プロトですか？これプロトまだ発売前だから、ガイドがちっちゃいんで40ポンド以上のリーダーだとノットが当たって高切れしちゃうんだ。だからこれ30ポンドだと大丈夫なんだよね。で今ねショートリーダーに変えたんです。で朝4キロだった。ショートリーダーにしたら全然なんともないわってなると、これで50ポンドとか60ポンドをつけてくれって歌うとなると、ガイド系をもう1ミリ開けなきゃいけないわけだ。と OK って感じになってフィニッシュになるわけだね。ニュージーランドのさこういうキャナルフィッシングがあるの。去年釣り人のロケで行ったんだけど、足元にさ見えるんだよ、80のニジマスがマジでっていうサイズ。それねで釣ろうと思って毛針とかもつけてベイトで爆風の中頑張ってたんだけど、よく見たら体横にして尾っぽで地べた叩いてるわけ。もう産卵よ。ああなっちゃうと釣れない。だからちょっと時期が違ってたっていうこと。あれよりも1ヶ月前とかだったら、もしくは1ヶ月2ヶ月後とかだとアフタースポーンで荒食いするかもしれないよね。ドンピシャのタイミングに当たっちゃってさ、基本嵐だったからみぞれとか降ったりしてもう最悪。釣れない。だっていないわけないもんな、ここに。一撃だろうって思うけど、やっぱり僕ら全然投げ倒して無でしょダメですね。今日はこれぐらいにしといてありますか。ちょっとやりましょう。
はい、お疲れ様でした。ちお疲れでした。ょっと移動もしたけど、うんなんか生命感はあったけどダメでしたね。ベイトそうだね。ベイトはアメリカってどこ行ってもいっぱいいますもんいっぱいいるな、やっぱり。なんだろう、稚魚のゆりかご的なはい、ブッシュがいっぱいあるしね。うん、うん。ということで、ん初日はノーフィッシュとなってしまいましたが、まあこんな感じでしょう。明日はねうんガイドさんが着くらしいんで、明日なんだっけ、おかっぱりだっけ、船だっけ。明日ボートあ、ボート。のはずです。あとこの風がどれぐらいになってるかっていうところだね。そうですね。船出してくれればいいけど。予報はすごい穏やかになってました。あ、さっ本当。へき見たらえ。出れるね。なるんかなってぐらい強いですけど。まあ期待しましょう。今日は終わります。はいお疲れ様お疲れ様でした。夜はステーキ。すごっ。Can I have the ribeye steak for you? 2日目夜はステーキです。皆さんパスタ。